ですね、久しぶりに油を使った揚げ物ですね。こちらのブロッコリーを使ってフライドブロッコリーやっていきたいと思います。ブロッコリー美味しいよね。でもこのブロッコリーはもうたまらないよ。マジで美味しい。ぜひ皆さんも作ってみてください。じゃあまずやっていきます。今回2束用意してるんだけど、もっとたくさんあっても全然大丈夫なんだけど、普通にね、まずこちら落としていきます。1個ずつで、今回下茹でとかもいらないので、ブロッコリーね、これ結構切り落とす時にこの茎とかも全然多めで大丈夫。ちょっと葉っぱだけはいらないやつは落としてあげて、手でちぎってあげれば大丈夫。はいはいはい。でそしたら最後上の方はもう一回ポンと落として適当に。結構大きい塊で大丈夫なんで、はい、こんなもんかな。でまず茎とこの房の部分で分けてあげてください。同様に2つ目も。俺さブロッコリーってマジでさ、マヨネーズだけで茹でてマヨネーズだけでめっちゃ好きなんだよな。結構筋トレしてる方とかはブロッコリーはよく食べるんじゃないかな。お世話になったりね、糖質制限とかしてる方とか。だから今回の料理はでもブロッコリーが苦手な方はぜひこっから食べてもらいたい。そしたらブロッコリーが絶対好きになると思う。あんまりブロッコリー俺苦手な人って知らないんだけど。ちっちゃい子はやっぱりなんかなあ、でも友達一人いた。なんか森を食べてるみたいって。多分見た目の問題なんだから森を食べたことあるの？そう言ってたよ。でも獅子神様なんじゃないか。獅子神様食べねえだろ守る側でしょ。はい。でブロッコリー、そしたらこの茎の部分結構ゴリゴリになってるんだけど、これってさ普通にお漬物とかにしてもめっちゃ美味しいんだけど、今回はこちらも一緒に揚げようかなと思ってるので、ちょっと下のね汚れてる部分取ったら結構大雑把でいいので、これボコボコしてるとねピーラーとかじゃ無理なんで、こういう風にちょっとボコっとしてるところだけ一気に落としちゃいます。はい。ちょっとここはねしょうがない、硬いんでね、皮の部分はちょっと落としやすい部分はきちんと落としてあげて、同様にこんな感じで四角いブロックにしてあげて、そしたらこれをそんな大きくなくていいのでこれくらいで、これも美味しいです。はい、こんな感じになったら一回ちょっとブロッコリーきれいに洗っときます。今回ブロッコリーにつける衣作っていきます。まず薄力粉。ブロッコリー結構いっぱいあるんで大さじ4杯、片栗粉も大さじ4入れます。同量です。はい、片栗粉、小麦粉大さじ4に片栗粉大さじ4入れたら、お酒こちらも大さじ4杯、4杯よりもうちょっと入れるかもしれない。ちょっとゆるさを見てからですね。に卵1個、お醤油大さじ2杯。ちなみに今もこの段階で油は温度を上げております。で今回180度で一気にカラッと揚げるので、それくらいまで温度上げておいてください。チューブでいいので生姜小さじ1/2で、同量のニンニクチューブ小さじ1/2、マヨネーズマヨは大さじ2杯入れます。ここではい、1と2、はい、軽く味付きの塩コショウもして、で一旦これでちょっと混ぜちゃいます。ただこれ状態だとまだもうちょっと硬いようだったら、少しお酒なりお水なりを足して緩くします。でも良さそうだな。わかるかな、こんな感じ。
でダマがなくなるまでよーく混ぜ合わせておいてください。 OK、 ちょうど良さそう。こちらで今回つける衣、ちょっとね普段よりは少し緩めかなって感じで。普段って何の普段だって話なんだけどね。そしたらもう油の温度も上がっているので、じゃあもうこの中にブロッコリーをポポポンと入れちゃってくぐらせて、はい、まんべんなく衣をつけて、こんな感じかな。ちょっと緩いかなぐらいなんだけど、まあ揚げた後ねブロッコリーの緑がよく見えるような感じの衣になります。そしたら油の中に、今ちょっとね上がりすぎて190度ぐらいまでいってんだけど、まあ入れたらね冷めるんでちょっと温度が落ちるんで、この状態でブロッコリーどんどん入れていきます。で目安としては180度をキープするかなぐらいで、今度はそれくらいを目安にやってください。でまあ時間的にはそんなもうこの時間という目安は特にないんだけど、もうほんとコロッとってなんだ、カリッとね衣が上がれば大丈夫です。香りがめっちゃいい匂いする。やばい。ちょっとでまあできるだけ温度は180度ぐらいキープしてカリカリになるようにしてあげてください。でまあ普通のね鶏の唐揚げとかに比べるとね揚げ時間は全然短くていいんだけど、ただね茎の部分今回下茹ではしてないので、その部分にもね十分火が入るように意識して。あ、いいね。もう今ね結構硬くなってきてますね。房の部分とか触ったらねカンカンっていう感じで反発してくるので、まあそれくらいが目安かな。でも今回はもう出来たてをねできれば早めに食べてほしいので、僕たちはちょっとね時間は空くんだけど、もう揚げたてザクザクの状態を皆さんぜひ食べてみてください。じゃあこんなもんかな。はい、もうどんどん揚げていきます。じゃあこんな感じで揚がったので、じゃあ残りも揚げていくんですけど、最後ねここ白揚げにブラックペッパーをかけてあげて、あとお好みでチリペッパーとかチリパウダーか、あと粉チーズやガーリックパウダー、そこら辺のものをねお好みでかけて実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。まあさ、まずはそうだねもう食べたすぎた。今日ほろ酔い冷やしパインだって選んだ。あうまそうでしょ。うまそう。はい、乾杯。乾杯。パイナップルだ。待って、夏だわ。やっぱ夏は冷凍庫だわ。ギンギンにね。そう、いいっすか。じゃあいいよ、ちょっといっちゃって。もうすでに粉チーズとブラックペッパーをかかけてくれてんだよね。はい、それ以外はあとお好みでね。いただきます。どう？うまい。じゃあいただきます。抜群だわ。それいい音したね。衣が軽くてサクサクなんだけど、中がめっちゃホクホクしてる。友達、そのこっちゃんの友達でいうこの森の部分がすんげえサクサクしてる。あと多分こうちゃんのお友達の森を食べてるみたいって言った方も絶対食べられる。森はないね、ここに。マジでうまい。うまっ。やっぱね、ブロッコリーはこの食べ方が一番好き。うまっ。でちょっと揚げすぎなぐらいが絶対うまいよね。やりすぎていいと思う。あれうまい。マジでマジでうまい。
ブロッコリー食べてる感じがないもん。あ、今もうさらったマヨネーズ俺つけたんだけど、うんもう優勝。最強。だってブロッコリーにマヨネーズってもうめちゃくちゃうまいのに、それに油が混ざってんだよ。言い方がおかしいけどまあ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 、それはもううめえよ。やっぱりこの葉っぱの部分のサクサク感が個人的に一番好き。ここがすごいサクサクすそうるよね。そうそう、やっぱり空気が入ってるんじゃないかな、中に。うわ、うまっ。ビールだね。流し込めるね。おやつにもいいよね。うまい。マジで作って。マジで作ってほしい、これは。でなんなら居酒屋さんで販売してほしい。ぜひ今見ている、結構ねお店の方も見てくださってるみたいで、おうぜひお店に置いてみてください。ぜひぜひ絶対人気出ると思うんで。最強だ。あとさ、うんこれ結構量あるように見えるけどさ、ブロッコリーってさ、森の部分がさ結構空気含んでるからさ、ん実質いや例えが見つからなかったわ。森とかけようと思ったんだけどちょっと何か考えてから喋って出始めもう俺はなんとかもう見切り発車だからやばかったね森と言いつつみたいなね。今なるほどね森しかもヘルシーだしね、みんなにいい例えをねコメントで募集しとこう。森と言いつつ実質何大喜利みたいになってる。今日出なくなるな。これは本当にうまいわ。じゃあもうね、はいこの森の部分なくなっちゃったんで、とりあえず締めたいと思います。いただきます。ということで本日はですね、やみつきフライドブロッコリーをこちら作っていただいたんですけども、やっぱりね最強ですね、このおつまみは。本当ビールにも合うんですけど、そのお子さんのおやつとかにもすごくいいと思うし、ブロッコリーが苦手な方、なんならブロッコリー食べたことがない方はまずこっから入った方がブロッコリーが大好きになるきっかけになるんじゃないかなと思います。なのでぜひ皆さん作っていただきたいなと。ほんとフライドポテト感覚で全然食べれると思う。そうそういう感じの味なんで絶対みんな好きだと思う。絶対好き。なんでこれを逆に普通のファーストフードとかで置いてないのかなっていうレベルで美味しい。うまいマジでね。芋食うよりはもう断然ヘルシーだからね。確かに、ぜひぜひ低糖質なんで。はいということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。